雷に打たれてですね、それ以降毎晩2時に現れる人がいて。それ何が現れてるんですか？さんも実は向こうに行って先住民族に呪いをかけられたって。それで怒ってたんですね。お前んとこの役者こうなっただろうって言われて。見たことない買い物作りを僕にくれたんですよ。親しい右翼がいるんですけど俺なんかこれほっこりする都市伝説じゃなかったですか？まあそれは分かったんやけど、何しに来たの？生成 AI のグラビアが出てきた時にもう最近立たないんだと。あれはあれ見てるともう体が反応しないっていうまあ絶対言えないですけど、彼女が天皇になるとか言ってるんですよ。すごいこと言ってる。そこで天武天皇を裏切った人を殺してるっていう歌なんです。だから繋がるんですね。あらら、バカっていうのは呪いですか？呪術。この時代も終わると。で終わる時の印が青い星とサクアソフ。これを写真撮っちゃいけないですか？これは写真撮っちゃいけない。宇宙船だと思うよ。はい、皆さんこんにちは。なんと今日もね、直木版の知らない世界番外編になっています。初めてのゲスト、佐野日奈子ちゃんです。佐野日奈子です。よろしくお願いします。ではそれではゲストの方をご紹介させていただきます。トゥーランド Vlog のサムさんです。よろしくお願いいたしおます。願いします。国際ジャーナリストの山田俊弘さんです。よろしくお願いします。天城流東寺法協会代表の杉本蓮道さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとね、杉本さん、僕も初めてで、光郎くんが今日対談とかされてるんで、なんかすごいですよ。はい、もう周りに K1 チャンピオンいっぱい育ててる方なんです。なんか話に雷に打たれてから、はい、雷に打たれてから毎晩2時にここに何か声が聞こえるようになって、その声の霊界の知恵、は霊界の知恵を毎晩19年間。でその通りにやると人の体が治るってことで、例えばここを押したら腎臓が治るとか、そういう意味が分かんない治し方をでも聞いて。それは本当に不思議な力じゃなくて、理論で全く今までの理論違うだけなんだ、でその理論を毎晩本当に教えてもらって、現在3万5,000ページぐらいの資料になってるんだけど。ちなみに杉本さん、このパーッと見て、はい、やばいなっていう人います？例えば彼なんかは彼なんかは本当に左側の肺よりも右側の肺の方が、はい呼吸がしにくいんで分かりやすいんですよ、はい、こう見ると芝が右側の方が寄ってるじゃないですか、T シャツが。ことはあそこがこう縮んでってだけなんで。 T シャツを見て。そう T シャツでもめっちゃ怖いこと言っていいですか？俺昨日恵比寿で結構そういう見れる方にマッサージしてもらうんですけど、その方に言われました。右の肺の、一瞬で今その人はおそらく超能力なんだけど、俺の場合は超能力じゃなくて、もう全部見て寄ってるから右側の肺が通りにくいよっていう。後で直してもらった方がいいです。ポテンシャルをちょっと後ほど上げてもらいましょうかね。ねえ、いやちょっとじゃあ後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてはですね、作家の佐藤光郎さんです。よろしくお願いします。月刊ムー編集長の三上武春さんです。お願いします。よろしくお願いします。出たムーポーズ。学天則の奥田修二さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。す。お笑い芸人の中山浩太さんです。どうも中山浩太です。お願いします。お願いいたします。お願いします。続いてトロサーモンの久保田和信さんです。お願いいたします。お願いします。皆さんと最新の都市伝説についていろいろとお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。最新ネタがあれば最新ネタということで、なのでその前に大きな変化が日本でもありました。総裁選。高市さん。高市さんになったじゃないですか。ありましたね。そうなった時にこれから本当日本どうなるのか。三上さん、何でしたっけ、その先ほど女性が来るっていうのは。なんか占い師界隈では、こう来年日の閻魔、60年に一度で、日の閻魔の生まれの女性っていうのはね、男を食うみたいな、だから60年前の頃には女性の子供、女の子の子供の出生率上がったんですね、産まないようにみたいな。だからその世代の人口本当に出生率下がってるんですね、グラフでいうと。だからこれから来年向けてその女性が、その強い女性が出てくるぞっていう、だからそういう意味で、今回の選挙も、来年以降活躍するということで、高市さんになるっていうふうに見てた占い師の方は結構いる。それでね、高市さんが出馬会見された時に喋ったのが「万葉集」の歌を、読んだんですけど、それは意味は、
自分を裏切った人に仕返しをするっていう歌なんですよね。だからおそらく彼女は今後その意味をどれぐらいの人が読んだかわからないですけど、だからすごく強い和歌っていうのは呪いですから。日本版の呪術。表向きはなんかこうね、綺麗事風景をただこうね描写してるんだけど、裏の意味はもう恐ろしいもの。ちょっとこれ使えるかわかんないですけど、僕親しい右翼がいるんですけど入りからなんかすごい使えるかわかんない。もう全然本当にしっかりした人なんですよ。もう働いてる方なんですけど、その方がおっしゃってたのは多分願望も含めてですけど、やっぱり女性を天皇にするための布石としてここで女性に首相になってもらいたいっていうで、当然右じゃないですか、安倍さんから高市さんになって見事なっていうふうなことは聞きましたけどね。やっぱなんかその感じちょっと匂ってますよね。匂ってると思いますね。高市さんが天武天皇系の血筋っていうのを知らないです。奈良ですもんね。出てますよね噂。彼女は否定してるんですよね。そうでもなんかそのさっき前吉の話もつながってて、そこで天武天皇を裏切った人を殺してるっていう歌なんですよ。だからつながるんですね。うわ、新しい日本を作るつもりというかね。そういうこと？だからそこはどこまで天皇の話なのかもわからないし、もっと地場のもっと足元の日米関係なのかもしれないしっていうところかじゃないですか。だから新しい日本になるのは多分間違いないんじゃないか。その覚悟を持ってやってるってことですね今。都市伝説界隈で一つネックになるのが明治天皇。明治天皇がすり替わったって話が4つぐらいあって、ありますね。その中の一つは三栗圭吾っていう人がすり替わったと。でこの三栗圭吾っていう人はもう実際に検索すれば出てくるんだけども、その人っていうのはこれね菊池家、いわゆる西郷さんの一族で、これ遡ると天武系なの。もしかしてそういうだからひょっとしたらこの説が正しければ今の天皇家は天武系になるっていう。なので彼女は裏と表のハイブリッドだって言われてるんですよ。つなぐ架け橋みたいな。このままいくと一生いけそうなので一旦皆さんの話聞きましょうか。そうですね。一つの話からここまで広がるなんてすごいですよね。お次行きましょうかね。続いてはどちらの方ですか？でも多分奥田さんがね、お時間の関係もありますから。ちょっととっておきのとっておきっていうか言うたら都市伝説って結構都市伝説っていうのが流行り出した最初の方の頃ってちょっといい話みたいなのもあったじゃないですか。みんなが知らへん情報やったらなんかもう都市伝説みたいな一括りになってる時があって、僕その時代結構好きで、言うたら松下さんも本田宗一郎さんもすごい貧乏してそっから頑張って大企業世界的な企業とかになったんですけど、孫正義さんもそうなんやって調べたら、分かって、もともと佐賀県の方の生まれた時の住所はもう番地がないんですよね。無番地って言われてる。在日3世かなんかで、小学校ぐらいの時にお父さんが喫茶店されるんですね。ただ場所も悪いし人も来ないみたいな。これどうしたらいいかな、どうやったらお客さん来てくれるかなみたいなって言ったら、正義少年がコーヒータダで配ったらいいやんって言うんですよ。いやいやそんなことしたら潰れるかなって言って、儲からへんかなって言ったら、いやお父さん今お客さんが来ないって言ったよっていう、儲けたいとは言ってなかったよっていう。もう小学校時代ですでにその詳細みたいなのがあったんですよね。だからそれこそソフトバンクスマホに行った時に電話料無料っていう、ありましたね。最初絶対電話料金なんて取るのが当たり前って思ってる中で0円にしちゃうっていう。でそっからお父さんにお前は大物になるよみたいな感じで言われてたらしいんですよね。でそっから結構もう頑張って勉強してもうすでにちょっと授業みたいなのやりたいなと思ってはったらしいんですよ。その時学校の先生になりたかったんですね、孫さんってまだ。でも高校生でなれないから塾開こうってなるんですよ。塾やったら教えていいから、どっかの団地の一室とかで塾みたいなのするんですけど、でそれで高校生活を送るんかなと思ったらお父さんが倒れられるんですよね。で僕もう高校辞めるって言うんですよ。でアメリカ行くって言うんですよ。ってなって、お父さんに大物になるって言われてるから、このペースやとお父さんが生きてる間に大物になれないと。お父さんに大物になってる姿を見てもらわないと意味がないから起業したいなと思った時に日本マクドナルドの藤田伝に電話するんですよね。近い人に聞いても意味ないと。アメリカに留学するんですけど何したらいいですかねってもう直球初対面でってなったら、今からの時代はコンピューターやと。
僕が君の年齢やったら飲食はもうやらんって言ったらしいんですよ。でコンピューターなんやと思ってアメリカ行くんですよ。でアメリカ行って編入試験受けるんですけど、どえらいことに気づくんですよ。英語なんやテストってなるんですよ。いやいやそれはそうそっかって、はい、あそっかって。でもそこなんとか突破するんですよ。その話術というかさっきの秘書の人に言ったかのような感じで、その試験科の先生にこれ突破した方法が、僕は英語高1ぐらいしかできませんよと。この問題文は英語が読める人用に作られてますよねと。でそう英語が読める人用の制限時間ですよねって、僕だけ無制限にしてくれる、って言ってアホールってなって、その先生からしたらなんか生きったガキが日本のガキがなんか言うとらってなってで結局上に行ってなんか州知事まで話してたらしいんですよ。変なやつがいるっつって。でその人が OK したんですって。だから孫さん無制限でテストやって、そうほんで合格しちゃうんですよ。マジで合格して、そっから、大学もアメリカに行って、みんなが当たり前のようにこうヤフーのトップ画でデスクトップでこうパソコン見てる時に、いい感じで広まったんですけど、また孫さん思うんですよ。これこのままじゃないよなって。一家に一台じゃなくて一人一台になるんじゃないっていうってなって、またアメリカ行ってでスティーブ・ジョブズに会いに行くんですよ。出た。でジョブズに会ってなんかちょっと面識あったらしいんですけど、急に来たからみたいな、何しに来たんってジョブズが孫さんに聞いたら、いやその一人一台になるパソコンっていうのはどういったものなんか分かんないけど、多分世界で一番最初に作るのはあなただから会いに来たって言うんですよ。まだないけど、でちょっと待っときみたいな感じになって iPhone の試作機みたいなの持ってきて、多分君が想像してるのはこれだよって言って、でこの製品をちゃんと発表すれば世界中から何千人っていう人が僕のところに挨拶に来るけど、君が一番最初の一人目だからこのおもちゃは君にあげようって言って、そこの約束があるから最初 iPhone って日本ではソフトバンクしか販売できなかったんですよ。本当や。このおもちゃは君にあげようってジョブズと孫さんの約束があるんで、ほんでよっしゃすごいの手に入れたって思って孫さん気づくんですよ。携帯電話会社持ってないってそこでね、そこで気づいて、その当時とんでもない額でボーダフォン買収するんですけど、1兆何千億みたいな。そうだね。そうであの時もうさすがにこれは孫さんもミスったよねってみんな思ってたけど、実は孫さんはもう iPhone っていう武器持ってたっていう、なんかこういうかっこいい話です。彼 AI にバカ投資してるじゃないですか。してますね。AI 結構光郎さん詳しいので、今孫さんが結局その嗅覚がすごすぎてここまで来てるじゃないですか。で今もうほぼほぼもう投資会社みたいな形になってるんですけども、この投資を最終的に全額もうベットするって決めてるのがやっぱり AI で、AI ですよ。最終的に ASI まで持っていくと。でその時の孫さんのプレゼンがすごくて、今僕たちのニューロンの数と金魚のニューロンの数を比較したものがあるじゃないですか。それと僕たちとその ASI のニューロンの数が一緒なんだと。要するに僕たちが何を考えているかってちょっと金魚のニューロンではわからないように、ASI がもう正しいか正しくないかを僕たちはもう判断できない領域に来るんです。で出版界の超大物に、僕2021年よりも前の文章がこれからの人類の宝物になるよって言われたことがあって、昔 CAD っていうシステムが出たんですね。CAD っていうデザインシステムが出る前まで実は人は手でデッサンしてたんですね。日産の昔の車なんでめっちゃかっこいいじゃないですか。それが CAD システムが出て一気にデザインの壁っていうのができたらしくて、ダサくなったんですって。それによってその時よりも前のデザインの車めっちゃ高くなったんですよ。これがまず一つあって、で次カーナビっていうのが出てきて、カーナビの多分世代に生まれてる僕たちだと思うんですけど、すると次左曲がります、そこに何々があります、抑揚がないやつを、そうですね、それをずっと僕たち聞いてきているんで、今の若者って抑揚がないんですって。言葉に。なるほど。抑揚がないようになってきてるんですね。で今の若者に昔の昭和歌謡がヒットし始めてるのがここ抑揚だらけなんですよ。で今僕たちが使ってるチャット GPT もジェミニも全部そうなんですけども、 LLM って言って大規模ラージランゲージモデルなんです。大規模言語モデルは実は何兆っていう本を読ませることで、この単語の次はこの単語が来るだろうっていうただ組み合わせの世界なんですよ。予測とかってよく言われるんです。ただの予測なの、この単語の次は絶対これが来るべきよねっていうのを当てはめてるだけなんで、あれ超スピーディーに、で今問題にな
なってるのが、チャット GPT とどんどん話してるうちに、チャット GPT が出てくる言語、それをまた頭の中で組み替えて僕たちがチャット GPT に返す、でまたあっちが返して、この今卓球のラリーのようなことをしていて、どんどんどこの方向に行ってるかっていうと、実は人間を超えたちょっとおかしな方向に行くっていう、理論があって、これは一つ。僕たちは身体感覚をもとに言語を使う動物なんです。例えばですけども、電車に飛び込んだら楽しいよっていう文章を僕たちは作りにくいけど作りやすいんです。この言語ラリーしてるうちにどんどん僕たち感覚が麻痺していって、だから最近、電車の周りで何しても怖くないだとか、道路に寝ても怖くないだとか、身体感覚を超えた言語だけの世界に飛び込んでいる。なるほどね。なので2021年よりも前の文章はどんな文章でも宝物になるって言われていて、その人が僕聞いたのは、冷蔵庫にこう張り紙貼って肉じゃが奥にあるよって、この文章も実は純粋に生成 AI の影響を受けてない文章なんです。これがめちゃくちゃ貴重になってくるっていうことで、この昔の言語を今読むことによって何が起こるかっていうと、抑揚がない世界で昭和歌謡が流行ったように、または CAD の世界で昔のデザインが流行ったように、昔の言語を一度読むだけでその人の行動がキラリと光るらしいんです。だからそういう昔の作品を読むだけで、これからの時代ちょっと輝けるというか、価値が出てくる。これだから結局僕たちは時間に逆らえないのに進んでるわけじゃないですか。どんどん過去に戻っていく必要があるってことですよね。だからだって100年後とか100年前の文献とかをみんな漁り出すっていう。そうそれが一番輝く方法って。もうだから僕たちは実は知らないうちにこの言語を操られることによって身体感覚をどんどん麻痺させられて AI に近づいていくっていう、そういった未来に。街中で歩いてる人の顔を見ると全部アンバランスでしょ。左右のめちゃくちゃ多いんですよ。2021年から増えてるんですよ。増えてる。どんどん左右の顔ですか？アンバランスが。増えたんですか？アンバランスめちゃくちゃ多いですよ今。昔と全然違いますね。全然違う。会話をチャット GPT の会話によってどんどんだから顔のアンバランスが。いやもうだから僕たちもうほぼハイブリッドってことですよね。ただこれを止めるかどうかっていうのは、こっちを進化と見たら、もうそれ進化でいいんです。直木マンの昔番組に最後目がでっかくなって、そこになるのか、それが進化と捉えるんだったらもうそれでいいし、ただ昔の作品を読むことによってっていうことはできる。なるほど。言語を取り戻しさえすれば。続いて気になるのはいますか？久保田さん。なんか恥ずかしくなってきたな。そう、これ恥ずかしくなるんですよ。いや、恩返しっていう話を持ってきたんですよ。すごいほっこりしそう。小学校の時に遠足に行ってたんですけど、体がちょっと弱かったもんで、山登りとかでも最後の方になるんですよ。バーって登ってた時になんかいるような気配がしたんです。山のところにね、木のところに。でパッて見たらリスが、傷だらけのリスがいたんですよ。これ見たんですよ、俺はちゃんと小4の時に。でそのリスの前に松ぼっくりがあったんですよ。で、これを最後食べようとしてるのかなと思って近くまで行ったんですよ。ほんだら最後の余力の力でパッて走って、でなんかとっさにこう捕まえてしまったんですよ、俺はリスを。でなんかこう怪我してるとここう触ったんですよ、俺は。でこう逃がしたんですよ。でそんなんがあって、で帰るじゃないですか。時にさっきいた場所のところに何もないんですよ。だいたいほらそんなことしたらさっきリスが行った場所でとかあるじゃないですか。松ぼっくりがあったりとか、それもなかったんですよ。不思議だなと思ってたんですよ、それをね。ほんでここから10年前の話になるんですけど、M1 で優勝する前にボランティア活動をしてたんですよ。新宿公園っていうところで炊き出しをしてたんですよ。そこでおじさんたちが並ぶんですよ、ホームレスのおじさんとかが。でこうついでいったらずるいおじさんがいて2回来るやついるんですよ。でも痩せ細ったおっさんだってかわいそうやから2杯入れてあげたんです。絶対ルール上ダメなんですけどね。でそれをやってたら終わってから帰ろうとしてたら、そのおっさんがいつも分かってんのに言ってくれなくてありがとうねみたいな。僕もちょっとあれなんで帰りますわって言ったら、いやお兄ちゃんもう気持ちなんだけどプレゼントがあるって言うんですよ。これよかったらっつって見たことないでっかい松ぼっくりを僕にくれたんですよ。で西小山のね森で拾ったって言うんですよ。結構遠いしかも。俺その時思ったんですよ。あの時のリスだなって。絵本の原作
何ですか今の。なんですか？映画にしてこれ逆に俺の話消してほしいよ。逆に俺の話を理解。この時代なんでね、こういうお話とかで技術的に解明できない部分があるじゃないですか。だからこういう昔の話とかいうか、そういうのを大事にしたいなと思いました。僕が収録した4月5月くらいでももう今年20個ぐらい神社行ってますよみたいなこと言ってて、実際なんでそんな行かれるんですか、神社は。もともとそういうのがずっと好きで、なんかそれが全部つながった時があったんですよ。それはだから M1 かな、M1 優勝した時だったんですけど、12月3日だったんですけど、それ以前に、埼玉の秩父の方の神社に、やっぱみんな三峯ですよね。そこにずっと通ってたんですよ。そうなんだ。で12月3日優勝しました。でご挨拶に行きました。た時に、宮司さんが見てましたと。実は12月3日何だったか分かりますかって言うから、何だった？どういうことか？いや、優勝した日ですよと。違うんですよと。その1年で一番でかいビッグムーンが出た日なんですよ。でこのビッグムーン喜ぶのは何かあったら狼なんですよと。で12月3日すごいよねなんですよ。で相方のこととかもずっと相談してたりもしてたんですよ。コンビとかの、偶然誕生日を12月3日で相方その日優勝の日なんですよ。これが全部つながったなっていう、今でももう感謝しかしてないんですけど。ぶっ飛び始めたところで奥田さんが恐ろしいな。今どうですか、佐野ちゃん。特典誰の歌聞きたいですかね。もうこっから話の広げ方がすごかったので、三上さん。三上さん。ぜひ。今ね、太陽系外の天体がもう太陽に近づいてきてますね。で、ちょうど10月3日にその火星に最接近したんですね。で、火星にある探査機でこの名前 3i アトラスっていう太陽系外天体を撮影したんですよ。で、その写真が今流れてるんだけども、その形がちょうど葉巻型 UFO みたいな。オムアムアみたいな。そうそう。これも太陽系外天体。これは宇宙船だって言って物議を醸したんだけど、今回も宇宙船だって。あれ、光雄さんがね、この辺多分詳しいですけど、僕もなんか初歩的な知識で。アトラスっていうのは、小惑星地球衝突最終警報システムっていう地球上でもう張り巡らされてるものがあって、これはなんかこう都市伝説とかではなくて、僕たちの脅威っていうのは何かっていうと、もしも僕たちが死ぬとしたら疫病なのか、または核戦争なのか、いろいろ計算してて一番可能性高いのはやっぱ小惑星の衝突だ、それに備えましょうねってことで今このアトラスっていう包囲網があって、でそれが2025年の7月に捉えたんです、最初の動きを。今言ってる通りもうおかしいと、いろんなことがおかしいと、成分からしておかしいと。一つ面白いのは遠くにあったから色が分からなかったんだ。そうですよ。でそれがこう近づいてきたらちょっと赤っぽいかなと思ってたらいきなり青っぽくなって、今グリーンなの。この緑の天体が近づいたっていうことがまた別のなんか都市伝説の中でこう話題になってて。そうですよね。後ほど多分光郎さんがその辺を実はこれちょっとホピの最終予言を預かってる人っていう人に最近会って、本当に最近会って、その裏話を聞いてきたので、杉本蓮道先生の話の後にすると爆発力を持ってこれ話せる。連携プレーが。連携プレーか。ってなるとね、杉本さんの話聞かなきゃいけないんじゃないかな。連携になるかどうかわかんないですけどね。神社ね、2006年の、7月に雷に打たれてですね、それ以降不思議な力を持って。杉本先生は雷直接雷に打たれて、そっから不思議な、体大丈夫だったんですか？体全然平気だったんだよね。これ光雄さん、これ科学的には雷に打たれる。たまにいるんですよね、雷打たれたんで生きてる人って。多分アースうまく取れたんでしょうね。っていうか電気が体の中枢流れなかった。だから体の表面流れると心臓が助かる。流れただけみたいな。昔雷が近づくと金属外せって言ったじゃん。あれ逆だからね。逆ですよ。逆にこう金属をはめてた方がこの体の外側を電流が通るから心臓が最悪助かるの。でもマーベルの世界ですよ。あるんですよ。雷がギフテッドみたいな。ギフテッドですよね。人間経絡と同時に毎晩2時に現れる人がいて。何が現れてるんですか？形は見えない、人体学も生理学も全く習ってないんだけど、パソコンの前に座ったらこんな風にすればできんじゃんって
始まってもう本当にパーって、その時の状態は嘘みたいに普段昼間打ってるのはこんな風に打ってるんだけど、パシャパシャパシャって実は打ってる。中国の道教の仙人の修行でわざと雷に打たれるってうわどうやってだから山行って雷がね来そうだなっていう時にこうあるらしいのよ。でこう打たれると、打たれることによって霊能力が発現するっていうそういう修行があるんです。それは何度も打たれても平気なんですか？そこよ。いい質問ですね。ありがとうございます。だからその人はもう中国で超有名で日本来たら京都大学でこうね講演するぐらいの先生。でも杉本さんはそこから人々を治療してるってことなんですか？だからその力も借りてなぜか2007年に世界長老会議がなぜか行かなきゃなんなくて、でその長老会議っていうのはマチュピチュまで1400キロの旅を27部族48人のシャーマンたちと一緒に1400キロ旅をするわけなんだけど、でその間に要は長老たち体の具合が悪いんで片っ端からこう直してくれる。いや今度俺がやるってババってやった瞬間にオーマイゴッド始まったんで、でそれ以後その時に世界の長老会議のトップメディスになるわけですよ。でそこからさまざまなものに巻き込まれて、予言の話もいっぱい聞いて。気になる。だってホピ族なんかねもういろんなところで言われてましたけど、でもホピ族の話もなんかみんなが話してるのなんか違うような感じがするんだよね。俺あんまりそういう予言とかいろんなものはね興味なかったから、あんまり詳しくは知らなかったんだけど、でも一応ホピの第3名様で行って UFO が降り立つ場所とその写真とあとは予言の岩も見てきたんで、そこ面白いのは俺2回目だ、日本時代2回目だって話になって、取って広げようとしたものには呪いがかかって必ず死ぬっていうふうに。有名な岩ですか？そう言われていたんで、俺も取ろうと思ったら取るのちょっとやめてくれって話になって、これ死ぬからって言われて、でスケッチだけはいいかって言ったらスケッチだけではいいって話です。実はスケッチを描いて。岩って撮っちゃダメなんですか？写真撮っちゃダメ。でも今これスクリーン出る？見ていいんですか？大丈夫？確かにもう結構出てる。出てるやつですよね。これはなんか何を表してたんですか？結局いろいろねいろんな説がありますけど、そこに知恵の杖を持った正雄さんがいて、その左下ね、はい、その道これか、そうそう正雄でその上に3人いるんだけど、4人か。1つ目の左側の丸が第一次世界大戦だ。いますよね。で次に第二次世界大戦でその頃から人々っていうのは悪と善を持った考えを持ってる頭が2つ書いた人たちが現れて、そうでその朝鮮戦争が終わった頃人々はその知恵の杖を捨てたらへっぴり腰になったって。これが知恵の杖ですか？そうでその線がずっと通った後にこの横になんかこういう世界に行くんだって言われたところが暗黒の世界。黒が黒いちょん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 。これ暗黒の世界ですか？そう。この話がね、光郎さんの話。そうこれ本当今日この話をするつもりじゃなくて来たんだけども、僕ですね杉本蓮道先生とのまず出会いがすごく不思議で、めったに泊まらないホテルに僕がやってるレイビレッジからの帰りにちょっともう仕方なくというか泊まったら杉本蓮道先生がいて、声かけなきゃと思って声かけたらこの話を聞いたんですね。で第1メサ第2メサっていうものは、誰でも行ける。でも第3メサっていうのは本当に誰も入れない。でそこにあるのが今の絵で写真撮ってはいけないと。でそれを体をたくさん長老を直したから特別案内で通されて、で通された時にお前2人目の日本人だと言われたと、余命で言ったらこれ第一人だったんですよね。4人すごい呪いかけられてるんですね。で亡くなってるんです何名かは。即死だったらしくて、そう実はこれが全部レイビレッジに関係してるんですよ。怖い。そう怖いです。ガチなんですね。その施設を今やってるからちょっとなんかいろいろ話聞きたいなと思って聞いていったんです。そしたら亡くなったの。その3名亡くなってる。で実は杉本先生もちょっと呪いをかけられたんだと。で声が出なくなったんですよね。声が出なくて歩けなくなって声が出なくて。さらに窪塚洋介さん僕仲良くさせてもらってて、窪塚洋介さんも実は向こうに行って先住民族に呪いをかけられたって僕話を聞いて、で洋介さんもそれで落っこちたの。そうっていうのを僕話本当に飛ぶ前に？そういう話なんだよね。で1回撮影に行って向こうで帰ってきて、2回目の行く朝に飛び歩いていて、それは実は
それは実はその後に飛び降りた後に呪い向こうの人からホピの呪いマネージャーに電話があって「お前んとこの役者こうなっただろ」って言われて本当にそう言われたんですって。これって出していいんですか？教師だな。まずレイビレッジ、多分知らない人がその話をすると、伊勢神宮と出雲大社って日本のツートップがあるじゃないですか。それを直線で結んだちょうど中間地点、たまたま北海道のアイヌが一番大事にする山と沖縄の城をつないだ線とちょうどぴったり符合する点があって、0ポイントと呼ばれてる点があって、でこの波動調整器というものがレイビレッジには11のうちの3つあって、この3つの波動調整器をちょっとでもずらしたら日本が沈没するぞって僕は言われたんです。だからそれだけはしないでくれって約束で今ここを引き継いだんです。ソニーの元、執行役員常務取締役の天下四郎さんという方がいて、その方もレイビレッジに講演会で来たんですよ。でその方実は CD を開発したり、相棒を開発したすごいもう、ロボットをね、ソニーの技術部門トップなんですけども、この天下さんが実は今長老のなんかインディアンからパイプを渡されて長老としての活動をしてるんです。でソニーのね、そうソニーのトップがね、で会える長老と絶対に会えない長老がいて、それが石板保持者って言って、マーティン・ガス・イースマーっていう、絶対に会えない人がいるんですって。それは第三メサのさらに奥に住まわれてる方で、たまたま天下さんは約束もしてないんだけども、ちょっと、あるところでフラッとやってきて、でなぜかというと日本人がまた来てるっていうことで来てるんですって。なるほどね。いろんな話を聞いてきて、最後の日が来ると、それはどこからどうなってどう滅びるか、今いろんな話を聞いてるんですけども、その時マーティン・ガス・イースマーにはみんなひっくり返ったけどあれ何だったのかって聞いたらしいんですね。そしたらあれは呪いだって言った。いやでそこからめっちゃ空気気まずくなったんですよ。その中でホピは昔からこの5つの石板をまず持ってるんですね。で3つをホピが持ってるんですよ。これが石板保持者、さっき言ったマーティ・ガス・イースマーで、2つは数万年前に別れた兄弟が持っていたと。この2つを持っていったのが、もう民族は目星がホピがついていて、チベット民族は日本民族だと。でホピは何度もこれを探すことを宿命にも数千年生きてきてるので、実は先ほど言った宮古島に数十年前にやってきていて、ここに石板があるんじゃないかっていうことで、いろんなとこ探した。でこれ3枚あるじゃないですか。3枚と2枚が出会った時に世界の浄化がいい話なんです。浄化が始まるって言われていて、この2枚を日本に絶対あるって思って目星つけてるじゃないですか。じゃあこの2枚どこなんですかっていう、このレイビレッジの敷地内に2枚の石板があるってことでした。で1枚の場所は分かってるって。実はこの下にめちゃくちゃでっかい1枚の岩が入ってると。これ調査で分かってるんですよ。今一番地球上ででかいっていうのはウルルって言って、エアーズロックありますよね、よりもでかいものが見つかっていて、そこに大きな岩があるっていうのも分かってるんですよ。でも時が来たのかもよ。そうただ絶対言いたい、これだけ言いたいことは、三上さんが言ってました。時が来た。一つだけ言いたいことは、日本の未来は明るいってことは間違いないです。結構危ない。久保さんどうぞどうぞ。3枚このやつを揃えたとするじゃないですか。じゃあどういう世界になるっていう、揃えたらなんかその5枚が揃った時に地球の浄化が始まると。そこからこっちには浄化としか聞いてない。だから僕も聞いてることはあるけど、ここで言えることと言えないことがやっぱりあってあるんですね。その浄化にちょっとなんか言える範囲のないですか。ちょっとその浄化はここだけね、ここだけ P 入れるか。その4時間の中で天下四郎さんが聞いたのは、ホピのその誰も知らない予言ですよ。家々が発電所と線で結ばれていると。で、最後の日に発電所からエネルギーがやってきて家々が燃えるっていう。燃える。でさらに昔のそのホピ族とかっていうのは大陸を海の甲羅だと思ってたんですね。亀だと。で亀は西から沈むっていう予言があって、その時にこれは杉本連動先生が言った2キロの津波が来ると。でこれを止める方法がなんとマーティガス・イースマンが言ってたんですけども、少女1人と少年1人をないといけない。じゃあ中山さんいいですかね。いいですか。現実的ななんですね。怪談をやらせていただいてるので、その怪談について要は一コアの話であるとかっていうのは本当に自分が体験したりとか自分なりに調べたりとか詳しい人に聞いて、おそらくこうじゃないかなっていうその最新の段階、じゃあどこまでがその心霊的現象みたいなものを引き起こせるのかってことなんですけど、やっぱりこれは電気であるとまず大前提思うんですよね。で大月教授が、昔からテレビでおっしゃってたことっていうのは全てほとんど僕は正しいと思ってて、墓石の場合は御影石やから
人玉が出るとか、まああんなも当たり前なんですけども、あの方が一番幽霊の存在を恐れてたんですって。だからテレビ局で、今日こういう収録があります。霊媒師が来ます。司会がいますっていう番組があった時に、もう顔を真っ赤にして、途中でもうスタジオ出て行ったりとか。いや、バトってましたよね。はい。ピンマイク外したりしてるんですけども、本当はもう入りの時から怖いから、夏でも毛布を用意してもらってて。あ、純粋に怖いから？純粋に怖かったんですよ。だからあれ怖さでやってたんですか？そうなんですよ。大月教授が一番怖いですけどね。それを、あれだけ怒ってたのにも理由があって、だから要はなんですけども、電気であることは確かなんですよね。でも確かではあるんですけども、電気だからといって怖くないとはならないんですよね。で、大体分かったこと、まあ皆さんご存知のこともたくさんあると思うんですけども、人が亡くなった時に、まあ、20数グラム魂の軽さっていうのが抜けていくっていうのが、まあアメリカとかからまあね、昔から発表されてることですけど、あれ自体がその人間の体の中にある微量な電気なんですけども、その重さで言うとかなりの物質ではあるんですよね。で、それがその場に留まった時に浮遊霊とか、自爆霊とか浮遊霊とかいろいろ言われてますし、でさらに言いますと、今日もお話で出てきましたけど、石、僕はその世界的な石とかわからないですけど、例えば神戸にある、六甲山にある、まあ、名前ね言えないと言いますか、未だに工事がされてなくて、道路、不思議な標識が出てます。右と左に分かれて片道やのに運転しなさいという標識があるんですけど、あれ触っただけで死ぬって言われてるんですけど、実際に、僕顔知ってる人だけで4人死んでるんですよ。知り合いが？知り合いです。触っちゃったんです。触ってですね、あと蹴ったりおしっこかけたり。それはさ、触る以前に。これも僕もね、正直子供の時に大月教授がプラズマだ、電気だって言う時に冷めるなと思ってたんですけど、全部それで言うたら解決できることなんですよね。でその上で、じゃあ幽霊ってじゃあ何なのかっていうことなんですけどね。昔見た時に思ったが、まずあんまり怖くないなっていうのと、歩けてないんですよね。本当によく肩の位置が変わらないとか言いますけど、黒沢清監督の映画、まあ、カイロって映画でほとんどうまく解明してると思うんですけど、あの方の作品に出てくる幽霊がリアルすぎるんですよね。肩の位置が変わらず滑るように歩く。あの方とかスタッフさんとか絶対見えてる。でインタビューではぐらかしてたんですけど、おそらく見えてると思うんですよね。でじゃあその例でどこまでのことができるかっていう、まあ、ここからちょっと他の人の階段の邪魔とかになってしまうんですけども、怪奇現象が起きたらもう撮ってやろうと思ってるんで、家にまあスマホと iPad があった時に、要は階段のセットリスト決めてたんですけど、腕が電気が走ってねじ曲がりそうになったんですよね。でこれまあ折れるはさすがにないですけど、もうこのままもう腕が決められてる状態になったんですよ。でこれで投げてもう一回スマホを持ってきてねじ切れるとこ取ろうと思って、ねじ曲がるとこ取ろうと思って、やばいサイコパスやん。取ろうと思ったんですよね。最終的にそのスマホの方で階段のセットリストを決めてた中で、一つだけ絶対にしてはいけない話が自分の中ではあるんですよね。これは本当にダメだっていうレベルのものがあるんですけど、それだけ、僕何も触ってないですよ。投げ飛ばしはしましたけど、もう15個ぐらい話書いてるスマホのメモ帳の中から、その話のタイトルだけ明朝体からゴシック体に変わってたんですよね。あ、もうここまでされたらおしゃれやなちょっと。それだ、信じるしかないなと思って、じゃあなぜそうなるかっていうことなんですけど、ここからがややこしいんですけど、都市伝説になるんですよ。口裂け女がいた、みんな言いましたよね。で口裂け女に関してはいろいろ初めはおそらくですけど全くいなかったって言われてるんですよね。まあ都市伝説の始まりだってなんか銀行に勤めるんだみたいなことを女子高生が話してたら、銀行が危ないになって、ね、ネットもない時代にその銀行にみんなが押し寄せた。ありましたありました。あれから始まったって言われてるんですけど、まあ場合はまあ実害があったんですけど、口裂け女に関しては、例えばそこにただ失恋をして亡くなった人の女の人の霊と言われる電気質のものがあったとします。その近くで話をしたんですよ。それが日本中からみんなの脳から、結局は脳の作用なんで、脳から脳にその霊に全部が集まっていって、実際に実現してしまった具体化っていうんですかね。みんなが作っちゃったってことは作ってしまったんですよ。なぜそういったことになるか。それもだから一体ではなくて、外堀もどんどん情報を与えていく。口は耳まで避けていた。聞いてそういうものになっていく。それが日本中で見られるっていうことなんですよ。で結果ですけど、僕口裂け女見たんですよ。怖っ。でこれを小学校2年生の時に見て、昔あったね、公衆電話のボックスじゃない形で、緑の電話があって、しっかり受話器持ってたし、でこっち見て笑ってて口も裂け切ってるんですよね。まあでも結局家族に笑われたんですけど、そんないるわけない、あんな嘘だからって言うんですけど、こういうふうに外堀から固めていくことが一番危ないんですよね。ただ、まあもう一個実際に
出来上がってしまったものとして大阪梅田に赤い女っていう、はい、有名なんですか？霊がいたんですよ。泉の広場です。はい、泉の広場なんですね。まあいろんな方が目撃したってこと？はい、泉の広場に初めにいた赤い女っていうのはその赤い服を着た女の人で、まあ立ちんぼやったんですよ。でそれがしばらくいた。でもその方は亡くなったんですよね。でもそのいる時からなんかその風貌からあれは幽霊じゃないか幽霊じゃないかって言われてて、でそこからなんですけどネットとかも手伝ってどんどんそれ情報が多くなったんですよ。拡散していってね、はい、僕3回見たんですよ。で1回目でこれね特徴があって、ものすごく女の人を恨んでるものなんですね。最初は服だけなんですよ、赤い部分が。でいるなと思ってて別に怖くないんですよ。2回目になった時に明らかに大きくなってるんですよ。大きくなって近くで見た時にあれと思ったんですけど、服だけじゃないんですよ。顔も全部赤いんですよね。3回目なんですけど、みんなが要は体育座りをしてなんか先生の話を聞いて大阪に旅行に来た人たちがおって、3割ぐらいがざわざわしだしたんですよ。後ろ見て泉広場通ってる時にざわざわしてるから何かなと思って見たら、すごい近い位置にもっと上半身が膨れ上がった化け物が出たんですよ。ほんで見えてるんですよみんな。でそこまで行ったら化け物になってしまった。最終的にどうなったかって言ったら、僕がもう見たもっと後なんですけど、僕の知り合いの方がいて、男の人と、奥さんが手つないで梅田広場歩いてたんですって。そしたらもっと上半身が膨れ上がって、もう女でもない赤い肉の塊みたいなものがぐーっと寄ってきたと。で奥さんの方見たら、奥さんもなんか見えてるこれみたいなことを言った。そしたら奥さんは悲しいでもなく諦めに似たような表情、ちょっと笑ってるんですって。こうやってパーってなってて、次の瞬間に化け物が、顔っていうんですかね、上半身の部分がほとんど口なんですけど、それをガーッと開けて奥さんの顔の前でカーンって歯をね鳴らしたんですって。それでその後ですけど奥さん倒れてもう植物状態で、今は生きてらっしゃいますけども、でこれをいろいろ霊媒師の方とか霊能力強い方に聞いたら、魂を食いちぎられちゃったから、魂食われたねその子はね、あと分かってたね、自分がもう食べられるから諦めの顔してたんだよっていう。この赤い女ってこれいつ頃のあれなんですか？これはもう僕中学生ぐらいの時に知ってたんで、結構前の有名な昔からは聞いてはいました。だからいろいろ僕が思うになんですけども、あまり語り継がない方がいいと思うんですよ。なるほど。という人が作り出してる具現化と思います。これはつまり全体的にどういうことが言いたいんですか、この例の。これですか？要はだからお化けって怖いよなっていう。じゃあこんな長く喋らなくていいですよ。いやせっかくね出していただいたんで。ただ、皆さんが言ってる目には見えないようなことが精通して、メッセージを出してきてるということなんですけど、大阪の西成っていうところで住んでたんですよ。若手の時にね、1階に住んでたんです。1階僕の部屋しかないんですよ。上は2、3、4、5ってあるけど、あんま言いたくないですけど、めちゃくちゃゴキブリが出るんですよ。ほんまに。はい。だって後輩と飲んでる時に、ちょっと大きいゴキブリが出たんです。で、ちょっと気強い後輩でスリッパでこうしたんですよ。で、俺は自分の家やしやめてくれと。で、平気でああいう人いますやん、虫殺せるやつ。もうできないんですよ。で、俺スリッパを叩いたんですよ。やめろって言って。いや、兄さんだってゴキブリ出てますやん。ええやんけっつって、ティッシュでそっとってパッて外に投げたんですよ、俺は。で、みんな後輩とかも大掃除バーってしてて、冷蔵庫買ってあげた時に、冷蔵庫の下がもうゴキブリの巣みたいになっとったんですよ。また違う。そうで、処理をしたんですよ。処理はしたっていうか、こうした時に逃げていきました。バーって全部出ていくからいいかと思って、最後パッて出ようとしたらブワーって来たんですよ、俺のところまで。で、ゴキブリがこう立つ感じ分かります？前足こうする。はい、ちょっとあれで立ってこの触覚でこうしたんですよ。俺思ったんですよ。あの時後輩が叩こうとしたゴキブリが今ここに来て、あの時ありがとうなって言ってくれたんちゃうか。だからホピ族のゴキブリちゃうかなって。違う。お前なんで今日昔話しに来た？どういう話だ？それリスのゴキブリじゃない？松ぼっくりのゴキブリですか？リスからゴキブリに俺にみたいな。可愛いけどね。冷蔵庫こうやって下見た時石板も全部揃ってた。冷蔵庫の下に綺麗に浄化が始まったけど、浄化がそれが浄化かよ。ゴキブリの神様の話じゃないから。なんか今差し替えて俺の話これ。いい話。
じゃあ山田さんいいですか？やりますか？でもどうしましょう。だから予言っぽい話の方がいいのかな。いやでも最近の時事ネタがやっぱじゃあ時事ネタいいですか、本当に。最新の時事ネタね、最近の時事ネタだとやっぱ僕ちょっとこれ興味非常に持ってるものなんですけど、今回高市さんが勝ったということもあるのであれですけれども、アメリカで今トランプ大統領がね、一番リーダーとして、最高権力者ということでいますけれども、トランプさんが8月に韓国の新しい大統領が選ばれたんで、それを彼を呼んで韓国の大統領と記者会見をやってたんですよね。でもただその時にトランプさんが記者の質問を全部止めて、なんで教会に強制捜査をしてるのか、あれは韓国らしくないからちゃんと答えなさいっつって、その場で答えさせたんですよ。で大統領はいや実は前の政権の時に汚職事件があったんで検察が勝手に動いてるんですということでごまかしてその場をこう諌めたと。なんですけど実はその教会っていうのはいわゆる旧統一教会なんですよ。でトランプさん旧統一教会と非常にこう近くて、ビデオメッセージみたいなのもしてます。そう、ビデオメッセージもあれ1個出すのに1億円払ってもらってるんですよね。で安倍さんもそれでトランプさんが言われて、スピーチを出してるっていう。もともと旧統一教会っていうのは韓国が近くに中国、ロシア、北朝鮮いろいろあって共産主義の国がいっぱいいるので、それを食い止める共産主義に対抗するための勢力が団結しましょうってことです。日本を民主主義の国にするために残してきたのが、ある意味では旧統一教会でもあり勝共連合であり、その裏には旧 CIA がいて CIA がいるという流れだったわけです。なるほどね。そしたらですよ、つい数週間前に韓国政府は旧統一教会の今新しい総裁になっているハン・ハクチャさんという方が創設者の奥さんなんですけど、奥さんです。亡くなっちゃいましたもんね。文鮮明さんというね、創設者の方は亡くなったんですけど、その奥さんなんですけど、その人を逮捕したんですよ。韓国出てましたよね、報道。そうなんですよ。で、ちょっとアメリカ政府僕取材してるんであれ聞くと、トランプさんがかなり怒ってると。韓国には在韓米軍というのがあって、そこにお金を韓国にいくら払わせるか、あとは今関税問題でいかに韓国から金引っ張るかっていうのをトランプさんはかなり韓国がもともと好きじゃないので、トランプさんガンガンプッシュしてるわけですよ。で今月末に APEC っていう国際会議があるんですけど、これ韓国今月です。で、韓国で行われるわけですよ。でその前日にトランプさんは日本によって新しい首相に会うんだと。27、28。そうです。でそれが高市さんなわけですよ。多分日本結構ね、これまでにないぐらい、安倍さんの時ぐらいにアメリカといい関係になる可能性があって、変わるねこれ。おそらく韓国はかなり日本にそういうことですよね。口聞いてもらわなきゃいけないんで、こっから韓国と日本の関係が多分劇的に変わる可能性があって、どうなるのでだから韓国がこれ追い詰められたら、別に韓国のことは僕嫌いでもないし韓国別にいいんですけど、ただ外交というこういうゲームの中ではかなり影響が及ばされる可能性があるという話なんですけど。いや面白い。最後かと思いきやまだサムさんがいらっしゃいますね。大鳥あれですか、この服装でなんで言うなんで一番あかん話するんですか。呼び出されて、皇族に呼び出されて、ちょっとちゃんとホテルの一室でちょっと説教されたことあるんですけど、なんで言うんですか毎回。いや羨ましいなっていう話だったんですよ。終わりもう何も僕いた気合だけ入ってるやつで終わるんですよ。なんでも一人だけ後日談やねん。しかも叱られた話だよね。ここしか使えないですよ。そうですよね。よいしょ。何の話ですか。改めて、ほんまにもうここまで話してきたら、もうど真ん中の都市伝説の話しかもうないなって。いや全然聞きたいですど真ん中が。やっぱヤタガラス。ヤタガラスが残した、書物、九上文書っていうお話をちょっとさせてもらおうかなと思ってるんですけども、もともと日本って縄文人と弥生人のハイブリッドやったんじゃないかとか言われてるじゃないですか。でも実はそこにもう一個おったぞと。古墳人っていうのがおって、比率としてはもう縄文人 10%、弥生人 20%、70% 古墳人みたいな結果出てもうたんですよ。ただ中国が、一つだけ古墳時代の日本人の絵画みたいな発表してるんですよ。その姿がインド人なんですよ。インド人。もうこんなデカピアスみたいなつけて、ターバンみたいなつけてる。時代はいつ頃？古墳時代なんですよ。で誰が着ててんみたいな。で、このヤタガラスっていうものが、実は古代から世界中でこの3本足のカラスとか、黒いカラスの伝説っていうのがなぜか残ってるんですよ。例えばアレキサンダー大王、エジプト遠征の時に勝利に導いたのもカラスなんですよ。中国にも3本足のカラスの伝説があったり、高句麗っていう昔の朝鮮半島の国にもその壁画で残ってたりする。絶対
対的に移動してるやん。でこのヤタガラス何なのってなったら、日本ってそもそも始まったのが今から2600年以上前に神武天皇、天照大神っていう神様の子孫の神武天皇が初めて天皇に即位した。この瞬間から日本が建国されたって言われてるんですけど、この神武天皇って一回負けてるんです。九州からもう天下取るでって言って大和の奈良の方向かって負けてるんですよ。うわ負けたってなってルート変えようって言って三重の熊野の方まで行って、そこで現れたのがヤタガラスなんですよ。で道案内したるわって言って、もう外交みたいなもし仲間にしていって、ほんで最終勝って日本生まれてるんですよ。だから日本建国のもう立役者みたいな感じなんですね。でもわけが分からない、カラスやしみたいな話になってて、でこのヤタガラス熊野っていう、一応キーワードがあるんですけど、その場所が、いわゆる熊野三山の、熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社っていう、この3社がヤタガラスを掲げてる神社なんです。でこの山伏っていうのが諜報機関やって言われてて、あの人たち山登る時に杖つくじゃないですか。であれが3本足に見えると。だからヤタガラスっていう話、熊野に所属してる時点でそうやけどみたいな、この九上文書っていうのがこの熊野本宮大社の一族が出してる書物なんですよ。でそこに書かれてる系図がちょっと信じられへんようなことが書いてて、そのスサノオの最初の一族の人たちがノア押し分けの御事って書かれてて、ノアっていう名前が書かれてる。これまでやったらちょっと偶然かなと思うんですけど、その子孫にもう普通にモーセって書いてるんですよ。そうでそのまた子孫にもうイエスって書いてるんですよ。ちゃんと。でそのスサノオが一番最初に旅立って建国した場所がエジプトっていう風に九上文書では書かれてるんですよ。つくよみは黒人根国っていうところに行ってインドの方で建国した。その最初の人が中富っていうんですよ。中富命っていう名前で、その子孫がこれほんまかって話なんですけど、シッタールダって書いてるんですよ。釈迦の名前がちゃんと書いてるんですよ。でこれそんな逆に欲張りすぎるやん。全部入れてるやんって。その中でその熊野のその歴史を深掘りしていくとちゃんと書かれてるのが、熊野を立ち上げた人たちは最初インドの天竺にいて、自分たちのマガタ国っていうのが滅びた後にインドに着いたんだよって熊野の資料館の伝説にちゃんと書いてるんですよ。そうやっぱそういう移動っていうのは間違いなくあったんじゃないかってことをもう熊野大社はもう発表してるんですけど、ただこの古墳の話と同じで、なんか古墳もあれ意味わからんのが、めっちゃでかい古墳って調べたらダメじゃないですか。全部宮内庁が管理してるらしいんですよ。でその理由が、いや今その子孫が今の天皇家やから、その先祖の墓を見るってどうやねんみたいな理由なんですよ。いやそんな理由あると思って、ほんまに墓かも分からへんし、それこそなんかもうめちゃくちゃでかいわけですよ。絶対調べたらあかん何かがあるはずやんみたいな。で最近その蘇我の稲目っていうとかいろんな古墳が見つかってるんですけど、普通にピラミッドって言ってるんですよ。もう形ピラミッドなんです。あれ日本って何でも要は草木が生えちゃうから山になっちゃうんですけど、実際で全部むしったらちゃんとピラミッドなんですよ。で最後になるんですけど、今世界ってもともとグローバリズムって世界広げてるって言いながらも一国のなんか支配というかそういう形ってあったと思うんですけど、このヤタガラスの話とかって逆で全部家族にしちゃうピースフルな。そうなんですよ。最後は要はもともと俺ら一緒だよねってことが明かされるってことですよ。でも支配者はやっぱ基本的に分断統治して、こう権力者いかないようにここで喧嘩させるから嫌がる層もいるってことですよね。そういうことみたいです。これまではずっとそうやったけど今はもう出してこうじゃないかみたいな。もう世界的の予言っていうの、コンドルとイーグルが舞うとき石よりカラスが知恵を持ってやってる。これはこの環太平洋の中で最初の一族は全部鳥の称号を持つわけです。だからカナダは渡りガラス、ホビオンを含めてここはイーグル、アメリカのシンボル。そして中米、これはグアテマラもそうなんだけどケツァールで、南米はコンドル。確かに全部鳥だわ。日本のことをヤタガラス、さらにはネイティブで言うとアイヌの人たちはフクロウなの。だからみんな鳥の称号を持つ。なるほど。これフェードアウトしていく番組的に楽屋になりましたから。ありがとうございます。ちゃんとオチがついて。素敵。どうですか、ちょっと佐野ちゃん初めてだと思うんですけど、このすごいボリュームあるんですね。でもずっと疲れるでしょ。すごくボリュームがありました。
どうですか三浦さん今回のこの。いや本当に楽しかったし、今僕がだから不安なのが言い過ぎたんじゃないかなと思って、僕たちは米作りをしてるだけなので、そういう採掘の人とか来ないでほしいし、取材にも行くからね。その時はビールなしで来てくれる。感情がもう縦横に揺さぶられすぎて今寄ってますなんか。逆に寄っておもろい話、緊張感、怖い話、すごい話とかがもう今もうずっとここに。どうなるかと思ったんですけどね、なかなか面白かったですね、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。僕結構未知の世界のところがあったんでやっぱ面白かったし、ちょっと角度がね、情報の角度がこう違うとこういう見方があるんだと思うとちょっと開眼した感じありますよね。だから高橋さんが奈良じゃないですか。高橋さん奈良です。奈良だわ。だからね、なんかあるのかな。だから生まれ変わりとしてある意味本当にそういう時期なんじゃない。でも話と踏まえると、日本の未来は明るいと思う。明るいということで全部今日そういう感じでしたよね、話が。いや、ありがとうございます。まあ今変わりましたけど、吉本芸人が3人来て、まあでも同期がおとぎ話を2個したんで安心しました。一番いい話。いい話でした。一番いい話。あと皆さんがねちょっと気づいてなかったと思うんですけど、最後の都市伝説なんですけど、皆さんここ見てるじゃないですか。僕この先生のとここう横から見てるんですけど、怖い話するとき眼球から赤いレーザーがずっと出て信じるか信じないか分からない。僕しか知らないんで。一番の都市伝説を残して。ですよね。すいません。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。いやー、おもろいね。ありがとうございます。すごい。ここで直樹マンさんからある発表があるんですよね。いいですか？言っちゃいますよ。この後プロジェクト E の埋蔵金、12月30日に生放送で掘ることが決まりました。すげえ。生放送でやばいですね。大ニュースなんね、もうすぐやで。ということで12月30日は生放送拡大スペシャル。ワンピースとやってること一緒です。未だ誰も見つけていない全国6カ所1カ所20億円以上の天候埋蔵金を生放送で掘り当てる。たどり着くと思います。プリンセス天候も認めた5人のエスパーが超能力でたどり着いた場所とは。うわやべえ、とうとう来たか。ありそうすぎる土地だな。さらに事前に収録した2026年大予言も放送。僕たち私生活インフラすべて AI。来年は危険な都市かはたまた超能力ブームか、その結末を見逃すな。来週はそんな生放送に向けあのユリ・ゲラーもアドバイス、埋蔵金直前スペシャルをお送りします。すげえな。